こんにちは。今回は中長編み3目の変わり玉編み模様を紹介します。この玉編み模様が入りますので、ふっくらと可愛い模様になります。玉編みを同じところに3回編み入れる模様です。編み図で説明します。今回の見本は模様が4つ分です。全部で25目の作り目を作りましたが、1模様は鎖編み6目です。そして1段目は鎖編みを5個編んで長編み鎖編み長編みというふうに1目おきに編み入れて、2段目がこの変わり玉編み模様を編み入れた模様になります。途中でも詳しく編み図で説明します。今回はこの見本の半分の大きさの模様を2つ分で説明していきます。模様2つ分ですので、鎖編みの作り目は12目プラス台の目1目で13目作りました。ここが台の目に1つなりますので、1つ余分に編んでください。まず1段目です。立ち上がりの鎖編み3目にさらに2つプラスして、1目開けた次の目に長編み、1目開けた次の目に長編み、そして鎖編み2目を編んで1目開けた次の目に長編みを編んで、これが1段目の模様1つ分の編み方です。鎖編みを3目編んで、さらにもう2目編みます。5目の鎖編みができました。次は長編みを編むのですが、1,2,3,4,5目の鎖編みを編み、6目のここが台の目です。そして1目開けた8個目、この裏山に長編みを編みます。だいぶありますけども、ここから1,2,3,4,5,6,7,8個目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。まず長編みですから、針に糸をかけて8個目の鎖編みの8個目です。8個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜いて、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みができました。次も長編みです。鎖編みを2個目のところですね、2個目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。長編みを1目編みました。次は鎖編みを2目編んで、作り目の鎖編みの2つ目のところに長編みを編み入れます。これが模様1つ分です。1段目の模様の1つ分がこの形です。同じようにもう1つ作ります。鎖編みを2目編んで、1目2目の2つ目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。次も長編みを2つ目の鎖編みの裏山に編みます。次は鎖編みを2目編んで、次は長編みです。1、2個目のところ裏山を拾って長編みを編みます。これで1段目の模様2つ分ができました。次は2段目です。編み図で説明します。今ここまでできたことになります。次は2段目は鎖編み1目で立ち上がり、長編みの頭に細編みを編みます。そして次のこの鎖編み1目を編んで、長編み2目のこの間のスペース、ここのスペースに中長編み3目の変わり玉編みを編み入れます。
鎖編み2目を挟んでまた変わり玉編み、鎖編み2目を挟んでまた変わり玉編みを入れて鎖編み1目を編んで、次はこの長編みの頭にゴム編みです。これで模様が1つ分です。もう一つ同じように編んでいきます。では2段目の立ち上がりの鎖編みを1目編みます。編み地の右側を押して裏返し、根元のところにゴム編みを1目編みます。次は鎖編みを1目編んで、1段目のこの長編みのこの間のここのスペースに玉編みを編み込んでいきます。中長編み3目の変わり玉編みは針に糸をかけて長編みの間のこのスペースに針を入れ、糸をかけて引き出し、少し長めに引き出してください。ここまでが中長編みの未完成な形です。未完成な中長編みが1目ここでできました。あと3回未完成な中長編みをあと2回ですね。あと2回未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて指で押さえて同じスペースに針を入れ、糸をかけて引き出して長さを揃えてください。2つの未完成な中長編みができました。もう1回針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて引き出して長さを長めに揃えてください。これで未完成な中長編み3目ができました。次はこれを一度に引き抜きます。針に糸をかけて、この最初の糸は引き抜かず、後から作った未完成な中長編み3目だけを引き抜きます。針に糸をかけて糸を全体に引っ張るよう上に押し上げるようにして引き抜きます。ここまでが未完成な中長編みを3目を引き抜きました。次はまた針に糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜きます。これが長編み3目の変わり玉編みです。この模様が変わり玉編みになります。同じところにまた編み入れますので、まず鎖編み2目を編んで同じスペースに中長編み3目の変わり玉編みを編み入れます。針に糸をかけて同じスペースに針を入れ、糸をかけて長めに引き出して1目の未完成な中長編みができました。次も針に糸をかけてまた糸をかけて長めに引き出して2つ目の未完成な中長編みができました。もう一回針に糸をかけて指で押さえて糸を引き出して長さを揃えます。未完成な中長編みが3目できました。この未完成な中長編みだけを糸をかけて引き抜きます。そしてもう一度糸をかけて残りの2本の糸を引き抜いて中長編み3目の変わり玉編みができました。鎖編みを2回編んでもう1回同じスペースに玉編みを編み込んでいきます。針に糸をかけて同じスペースに針を入れ長めに糸を引き出して中長編み3目を未完成な中長編み3目を作ります。そして糸をかけて未完成な中長編みだけを引き抜いてまた糸をかけて残りの2本の糸を引き抜いて中長編み3目の代わり玉編みが3回同じスペースに編み入れることができました。次は鎖編み1目を編んで
次、細編みです。この長編みの頭に細編みを編んでいきます。1段目の長編みの頭に細編みを編みます。これが模様1つ分になります。今ここまでできました。ここが未完成な中長編みを編み込んで代わり玉編みを編みました。同じように次も同じ模様を繰り返します。鎖編み1目を編んで同じスペースに未完成な中長編みを3回編み入れます。この長編み2目の間のスペースに未完成な中長編みを3目編み入れました。これを一度に引き抜いて、もう1回引き抜いて、中長編み3目の代わり玉編みができました。鎖編み2目を編んで同じスペースに中長編み3目の代わり玉編みを編みます。1回、2回、3回で未完成な中長編みが3回できました。これを一度に引き抜いて、次にもう一度引き抜いて代わり玉編みが2回できました。鎖編み2目を編んでもう1回中長編み3目の代わり玉編みを編みます。1回、2回、3回で未完成な中長編み3目を引き抜き、もう一度糸をかけて残りの2本を引き抜きます。これで未完成な中長編み3目を入れた模様ができました。次は鎖編み1目を編んで細編みですが、最初の鎖編みのところの1、2、3個目のここですね、ここに細編みを編み入れます。1、2、3個目のここに細編みを編み入れます。これで1段目と2段目で模様ができました。この模様を繰り返して編んでいきます。次は3段目です。3段目の今ここまで模様ができました。3段目は1段目と同じですが編み入れる場所が違います。この鎖編み2目のスペースに長編みを編み入れて、次鎖編み2目の後の長編みは2段目のこの細編みの頭に長編みを編みます。3段目は鎖編み3目で立ち上がり編み地を裏返します。そしてさらに鎖編み2目を編んで、次は長編みです。長編みはこの玉編みの間の鎖編み2目のスペースに入れて、最後は細編みのところです。針に糸をかけて鎖編み2目のこのスペースに長編みを編み込み、また次も長編みを隣の鎖編み2目のスペースに編みます。そして鎖編み2目を編んで、次の長編みはこの2段目の細編みの頭です。ここの細編みの頭に長編みを編みます。これで3段目の模様1つ分のところができました。これは1段目と同じ編み方です。鎖編み2目を編んで、目を拾うところはこの2段目の鎖編みスペースと、あと細編みの頭ですね。鎖編み2目のところに長編みを編み、隣の鎖編み2目のスペースに長編みを編んで、鎖編み2目を編んで、次の長編みは最初の細編みの頭です。ここです。最初に編んだ細編みの頭です。2段目の最初の細編みの頭に長編みを編み入れます。これで3段目ができました。この次は4段目は代わり玉編みを編み込んでいきます。鎖編み
1目を編んで編み地を裏返し、その根元に細編みを編みます。次は鎖編み1目を編んで代わり玉編みを3個編み入れるのはこの長編みと長編みの間のこのスペースです。このスペースに代わり玉編みを編み入れます。まず未完成な中長編みを3目作ります。1目作り、2目、3目と未完成な中長編みが3目できました。これを一度に引き抜いて、もう一回引き抜いて、中長編み3目の代わり玉編みができました。次は鎖編み2目を編んで同じところに中長編み3目の代わり玉編みを編みます。未完成な中長編みを3目編んで糸を揃えてください。そして針に糸をかけて未完成な中長編みだけを引き抜き、もう一度糸をかけて残りの2本の糸を引き抜いて代わり玉編みができました。鎖編み2目を編んで同じところに代わり玉編みをもう一回編み込んでいきます。もう一回未完成な中長編みを編んで糸を引き抜き、もう一度糸を引き抜いて中長編み3目の代わり玉編みができました。鎖編み1目を編んで、次は3段目のこの長編みの頭に細編みです。これを繰り返して編んでいきます。この後は3段目と4段目の編み方を繰り返します。中長編み3目の代わり玉編みの模様を紹介しました。これはスカーフやマフラーなどにもいいかと思います。